沢チャンネルをご覧の皆さん、こんにちは、横澤です。メイクスです。はい。というわけで、世界一周編ということでやっておりますけれども、我々は前回の動画でもお伝えしたようにですね、BSOP、ブラジル・サンパウロを出まして、ただいまこちら、なんと、バハマに来ております。バハマ？はい。横澤チャンネル、バハマ初上陸なんですけども、はい、バハマってね、僕らがね、今までね、実はね、避けてたカジノでもあるんですよ。昔からポーカーのトーナメントが開催されることでバハマって有名なんですよね。でも僕今まで1回も来たことなかったんです。なぜか、参加費が高すぎる。参加費2万5000から10万ドルみたいな、そういうトーナメントのもう本当に超ハイローラーがバハマで毎年年末に開催されるっていうのがまあ恒例なんですよ。今回参加するのがなんと WSOP パラダイス。WSOP といえばね、夏にやるじゃないですか。なんですけど、実は冬の WSOP っていうのが最近この3年ぐらい始まりまして、パラダイス島で行われる WSOP パラダイス。これはなんとメインイベントが2万5000ドル。はい、本来の WSOP の1万ドルの 2.5 倍の倍、そして参加人数も2000人ぐらい出るっていう、とんでもねでかいトーナメントが、ね、あるわけですよ。優勝賞金は本当に6億とかはい、になるようなトーナメントが WSOP で開催されております。で、去年、一昨年は参加費が高すぎてスキップしたんですけど、今年は皆さんご存知の通り、僕、年間収支プラオクくんなんですよ。出れるぞということで、今回はこの、WSOP バハマ参加しに来ました。楽しみですね。話したいこといっぱいあるんですけど、お迎えがあちらに来てくださっておりまして、とりあえずちょっと詳しいバハマの話に関しては車の中で話したいと思います。いきなりですけども WSOP バハマということでテンション上がっております。行きましょう。レッツパラダイス。ビビったんだけど空港着くじゃん、我々バハマ合流したんだよね。そうですね。僕はサンパウロから、あゆちくんは東京からということでやっと会えたんですけど、飛行機降りたらもうそこに VIP サービスっていうのを持ってる人がいて、お前はこっちだみたいな言ってイミグレとか荷物検査やりましたよ。僕がほぼ全部すっ飛ばして着いてからここに来るまでマジ5分、あれ2、30分かかりましたよ。VIP サービスっていうのがバハマの空港あるらしくて、あの人がウェルカムモファと横澤って書いてある。モサと横澤はVIP です。OK。Yes, sir. Thank you very much. Thank you. Island. Thank you. Let's go. First time, yes. Welcome. Glad to have you. 去年は WPT ダイヤモンドに参加して、今年も WPT ラスベガスに参加したじゃないですか。みんなで行った WPT って。今年は WPT じゃなくて EPT にしようかなって思ってたの。毎年被ってるんですよ。WSOP バハマ、EPT プラハ、WPT ラスベガスが三つどもえなんですよ、毎年。この3年間ぐらい。で、さっきも言ったように WSOP は倍が高すぎる毎年出れねえってことで、必然的に WPT が EPT か2択だったわけですよ。なんですけど、横澤チャンネルもよく出てくるウェインが最近 WSOP に転職して WSOP で働いてるんですよ。そのウェインから熱烈なラブコールを受けてて、なんか俺最近モテるんだよね。BSOP もさ、来てくれっつってラブコールされてさ、いい思いしたわけですよ。そしたらブラジルにいる時にウェインからもめっちゃ鬼連絡来てさ、 WSOP バハマ来ないかみたいな、 EPT プラハ取っちゃってって、もっと早く行ってよっつって、でももう飛行機もあるし無理って言ったら、だから WSOP はブロガープログラムみたいなのを今年から始めたと。YouTube やってる人とかインフルエンサーをこう積極的に WSOP に誘致するような仕組みがあって、フォロワー数に応じていろいろな特典があると。すごい取り組みだけど、それもらったとて正直飛行機代とかホテル代とかも EPT のやつ取っちゃってたから、あんまり意味ないよって言ったの。そしたらそれだけじゃないと、お前はトップレベルだからもっとすごいものをあげるってなって、送迎とかホテル代とかはもちろんただ、これから泊まるホテルゴージャス5つ星ホテル、あなたの部屋と僕の部屋2部屋です。はい、バハマに来てくれるだけで、みたいな。そう、さすがに行くしかないかということで。横澤チャンネルすごいっすね。横澤チャンネル次のステージ行ったよ、ついに。すごいっすね、これ。マジでスポーツ選手みたいな話になってる。本当にすごいっすね。でですね、実はこの WSOP バハマが満員高いのには理由があって、トリトンと同時開催なんですよ。あ、トリトンっすか。そう、横澤チャンネルでもね、一度だけ僕挑戦したことあるんですけど、ハイローラーしかないトリトンっていうトーナメントシリーズがあって、最近ね、この EPT、WPT、WSOP に対応なしで爆速に伸びてきてるトーナメントなんですけど、せっかくバハマまで来たら出るかっていうことで、今回トリトンメイン出ます。トリトンメイン、はい、10万ドル、人生初、10万ドル、はい、もう出ます、ついに。はい、最高倍員大幅更新。うわ、今回のバハマは控えめに言ってチャンネル史上最大です。ちょっとはい、全てが異次元、まだ見たことないようなプロ、
多分いると思うぞ。俺らが今普段出てたような絡みで出ないようなレベルの超トッププロみたいな。さらに上のレジェンドがいるんですか。もう10万ドルしか出ませんみたいなやつもいるからちょいちょい。この器編っていうね、横澤チャンネルの新テーマ。器編とか言ってたら本当に器でかくなりすぎちゃった。すごい2025年ですね。やってやりましょうよ。すげえチャンネルだ。 Thank you very much! Thank you. というわけで今回のホテルアトランティスのザ・コーブ到着しました。ほう。何これリゾートすぎるよね。パラダイスそういうことそういうことか。マジでパラダイスのハロー。ハロー。カプレイヤーしかいない。ベストフレンド from WSOP。So were they able to check you in now? Room is up. Okay, Yeah, do you know like what room number it is? Yeah. Okay, I'll check by your last name. Okay. I'll be right back. They have transport. It's ready. Oh yes. Yes. I told you. Camera, everything. Oh my god. Big boss です。Lots of power. 4時までには準備するんで、まだ12時なんだけど。で、一瞬で準備される。あれ？どういうこと？あいやー。なんだこれ。ちょっとちょっと友達、友達。うわすごい見て。やばいっすよ。やば。やばい。マジでこれ。やばいっすよこれ。小沢さんこれ。何これ。I love it。見て。Oh my これ god。すげえ。そして部屋。うわー。なんだこりゃ。人生で泊まった部屋で一番すげえ。ね。うわー。なんだこりゃ。もうなんかそのもう水圧とかいい。4はい水圧4。もういいそんなの行こう。レッツゴー。ゴー。というわけで初日なんですけども、今日明日がですね5000ドルのトラメがなんとあります。バハマの体をなじませるための5000があって、今日明日が今ウォーミングアップでね。ちょっと待って。どうしたんですか。ちょっと待って。どうしたんですか。見てください。え？やば。これすげえな。うわなんか映画見てるみたいです。映画だよね。すごっ。It's you. Watching your hand ranking color thing in the end. Best of luck. Thank you. So I'm going to play my first ever 100,000 event. Yeah, excited, so excited. So what is that? This is the 250 thing. Oh, 250. Okay. 25万ドル。すごっ。賞金じゃなくて参加費が。テンション上がっちゃうねこれ。やばいっすねこれ。ちょっとレベル違うなマジで。空気が違うね。ほら。さあ一発目やってみますか。はいお願いします。 BSOP 終わってからちょっと間が空いてたんですけど、かなりねポーカーの研究に時間を費やしたんですよ。もう頭パンクするぐらい今まで自分が考えてなかったような考え方とかをいろいろ試したりとか、かなりね精神と時の部屋に入って丸一日ポーカーのことをずっと考えるみたいなことを何日かやってたんですよ。完璧にまだ考えは固まってないんだけど、あと少しでたどり着きそうな気がしてて、新しい理論を完成させて10万に挑むっていう目標があります。なんでまず一番第一優先は僕のポーカーロジックをアップデートして完成したものにさせる。で2つ目が10万ドル取って参加費無料にする。はい。まあ、優勝5000万ぐらいはいくんじゃないかな。どうしよう、スギル侍だ。
Celebrating the Super Colossus. 3万5500。まあまあ耐えてますね、最初増やしたおかげで飛んでないし、まあ噛み合ったら増えるんじゃないですかね。というわけでご飯食べたいですね。こっちの方が重要なの。ビュッフェがあるみたいなことを聞いた。これ今日はインディアンだって日によって違うっぽいね。でも美味しそうだな。いいじゃんいいじゃん。ほらいただきます。美味しい。本当にホテルの中めっちゃ物価高いからただでご飯食えるのありがたい。なんかチップ増えてないけど楽しいな。いつでも初めての国に来るのは面白い。新鮮だし。今6番に座ってきた見覚えないですか？めちゃくちゃ見ましたね、今年の WSOP。彼が日本であんまりなぜ有名じゃないのか未だに謎なんですけど、今年すごいことしたんですよ、2020年。偉業を成し遂げてますよね。彼はマイケル・ミズラクっていうすごいレジェンドのプレイヤーで昔からいる人なんですけど、まずそもそも彼は WSOP メインイベント優勝してます、普通それだけでありえないんですけど、さらにそのメインの前に開催されてた PTC っていうね、いわゆるミックスゲームのメインイベントがあるんですよ。名誉のあるイベントなんですよ、それも優勝しました。いや、ありえん、人間の仕業じゃないです。もう二度と超えられることはない記録です。同年度に両方優勝。ちなみに両方優勝したことある人が今まで歴史上いなかったんですよ。すごい。それを1年で両方同年でっていう彼が初めての会社です。2冠チャンピオンの圧倒的なまでの力。15万2500。
増えましたね、本当。チップはまあ増えてるじゃないですか。はい。プレイはちょっと微妙かもな。 Processor required これが5000倍でまだ良かったから、これが10万だったらもう死んでます。迷いがあるプレイに。やっぱ自分の意思決定に自信が持てないときはダメだね。クイーンズ、リバーストレート引いて、誰もまあ結果引いてラッキーしたんだけど、ターンのコールはあれも多分ね降りた方がいいんだよね。で、まあ、結果引けたから良かったんだけど、その自分の読みに自信があってたら降りてたかなとか、リバーもドンクした方が良かったなとは思うんだけどね。まあなんかそういうちょっと意思決定のブレがめっちゃある気するね。今日はなんかどっちつかずなプレイになっちゃってるな。チップが減る前にちゃんと自分のプレーを見つけて戻したいですね、調子を。というわけでリエントリーが締め切りましたので、無事にそうですね。はい、リエントリーはせずにアベレージの 1.5 倍ぐらいで駆け抜けることができました。参加人数めっちゃ増えたね。124人だって。すごいっすね。めっちゃ増えた。まあ、まずはインマネしていいスタートを切りたいですね。お願いします。頑張りましょう。はい。終わった。きつい。残り130人、あと50人で今ね、6万3000まで減っちゃいました。またただもうアベレージめっちゃ少ないんで、ポンポンポンって増えちゃうこともあるよね。ハンドが来ることになりましょう。トリプルアップ。急にインマネ見えたな。これ24人 10BB 意外と耐えるかも。来ましたね。撃耐性あるの1万ドル。とんでもないペーシェントだった。10BD ぐらいで4時間ぐらい耐えてた。でも相当粘ったね。眠い。マジで眠い。お疲れです。お疲れ様です。メインイベントです。でこの WSOP バハマのメインイベント25000ドルっていう去年は2000人以上の人が来てます。優勝賞金はおそらくなんですけど10億円ぐらいいくんじゃないかなっていう。WSOP 僕のこと好きすぎます。